最近、動画配信なんかを見ていると、この世界の光と闇の戦いについて語るサイトが多い。天使と悪魔や宇宙人の高いランクと低いランク的存在、その表現は様々だ。ただ、いずれにしても何かがせめぎ合っているのは確かなようだ。そういえば、昨年末、僕にも実は心当たりの出来事がある。典型的な悪い事例だ。良い子は絶対に真似してはいけないことを断っておく。年末、お金欲しさにスピリチュアルのあるスキルを株式投資に使用していた。事実、短期間で莫大な利益を上げることができた。しかし、問題はここから始まる。そこの投資先は日本の物言う株主、海外の巨大なヘッジファンド数社が莫大な資金をかけて戦う戦場だったのだ。朝令暮改じゃないけれど、マスコミをはじめ目まぐるしく変わる利益至上主義の多くの情報操作が日々行われていた。僕は正直舐めてた。そこは霊的な力で戦うサイキック王の場だった。僕は自分をどんどんと見失い、お金の虜になっていった。投資額面もどんどん高くしていき、利益と貪欲になっていった。また、継続的にスピリチュアルスキルを使い、それなりに利益も出た。もうそこには、企業を応援するとか、主義主張も関係ない、お金が欲しい、ただ、それだけだった。そして、日本のアクティビスト側から、海外のヘッジファンド側に切り替えて投資をした途端。それはすなわち、己の利益のために、日本の企業が窮地に陥ることを推奨する活動に転じた途端、とも言える。急に夜、眠れなくなった。いつも決まって、夜中の0時過ぎ頃、変な音がしてきて、胸が苦しく、動悸が激しくなった。毎日続いた。ありきたりに言えば、ストレスと一蹴されるだろう。しかし、明らかに霊障と思われた、正直、邪悪な気配も感じた。自分でその現象に気づいたが、愚かなことに欲に駆られて止めなかった。もう、自分でも何が何だかわからなかった。あまりに激しい値動きに、巨大な損失も出始めた。冷静に我慢すれば確実に乗り切れる局面ではあったが、もうそこには冷静さはなかった。もう体は悲鳴を上げていた。気づいたら莫大な損失を投げ打って僕は逃亡することを選んでいた。だが霊障は僕を捉えて離さなかった。結果、心臓のあまりの苦しさに夜中に救急車で病院に運ばれた。精密検査の結果は命に関わる異常はなし。精神的なものだと主治医に厳しく警告を受けた。何百何千億という額面が動く世界、動かすファンドマネージャーという存在。彼らは能力者、椅子に座って年収数十億の利益を上げ続けるのは生身の人の脳だけの判断力では不可能だ。本人たちでさえ気づいていないほどの強大な見えない力が背後にうごめいている。いかがなさいました？僕、どうなっていたのかな？憑依されていたようです。欲に目がくらむと、霊的なガードが下がり、思わぬところから狙われます。注意してください。はい、すみません。反省します。